found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。霊気ソーファの、はい、フルスポを、はい、見ていこうという、新しい企画の青のカード、はい、今日っていうかやってきます。はい、はい、順番にやっていきますんで、はい、やっていきましょう。前回は白やったんで、はい、こう青まずコモンアンコモンから順番にいきたいんですが、気になったカードありますか？まずこのケローナちゃんの話しましょうか。08 2マナ08のバニラっすよ。そう伝説なんですよね。はい、この伝説のアンコモンシリーズ、まあでもこれもあれじゃないですか、統率者に据えるっていうよりは、緑絡んだ統率者で、はい、やっぱケツパンチケツパンチですよね。でデッキの中に入れたらだって2マナ88じゃないですか。確かにケツパンチとしてそもそもバニラとして優秀だってことですよね。確かにだからそうですよね。青タンだとちょっと切りつきが青タンでケツパンチないですもんね。確かにな、そう考えたら中に入るとカードかもしれないですね。そうですね。あとなんか気になったカードあります？コモンアンコモンはざっといくんですが、僕この牽制機っていうカード気になったんですけど、いやこれは結構やってんなって感じのこの2マナ21飛行で1マナでサクルとインスタント操作で3マナ要求、これ結構 C 級じゃないかなっていう、これだって青を1マナ立ててこのカードいたら相手動きにくいですからね。そうっすね、はい、結構嫌っすよ。置き打ち消し、なんか他にもインストラードかなんかで、いたじゃないですか、両面カードかなんか。いますイントク者でした。そうイントク者、あいつも結構、強かったと言いますか、強いですね、ああいう系は。だからこれ多分その需要があるんじゃないかなっていう、結構店っていうのも逆に統率者だといいんじゃないかなって気がするんで、そうですよね。置いてあるっていうことで、その1個なんか仕掛けなきゃいけないっていうのがありますからね。そこで駆け引き生まれますからね。はい、こいつ2マナ56ですよ。いやまあこれは、強いんですよ。知ってますってまあマクドナルドだったら入れていいんじゃないですか。シーワって書いてあったらとりあえずもう共通ですからね。そうあとなんかあります？もうちょい下この辺り、これもでも5マナ3に2ドロー、これチップで2ドローも結構確かにちょっとなるほど、気にはなる。確かに、ほら見てください、こいつ1マナ34飛行っすよ。1マナ34飛行、こっちはどっちかっていうと多分トート下よりこっちの方がいいんじゃないかな。確かにな。でもトート下でもね、もちろんかなり強いと思いますよね。強いですよね。おかしいですもん、1マナ34飛行。こいつスタンダードで来るんですか？スタンダードで来ます。やばくないですか？はい。ちょっと構築は分かんないんで僕僕はあんま分かんないな。あとなんかあります？これ飛ばしちゃっていいですか？僕は大丈夫です。僕も大丈夫ですか？なんかこの辺が気になったって。僕高いソラリがやばいと思いますよこれ。2マナ12で1枚以上捨てるたび11カウンター置く、その数だけその数、その枚数に等しいですよ。ってことはこれ、ツイスター打ったらツイスターは捨てるんでしたっけ？あれ捨てるんでしたっけ？ツイスターは捨てないんじゃないですか。そうか。じゃあ意外な授かり物だったら、5枚とかだったら5枚捨てて、それがその数乗るっていう、でもいいですし、もう普通にルーティング系でもバンバン回していったら確かにガンガン乗りますよ俺。これ確かに結構あるかもしれないですよね。ありますね。あとなんか気になったカードありましたっけ？あとは俺が気になったのはこれですね。トリンケット明治運送の魔導士3マーで4か5のアーティファクトを探す、今までなかったじゃないですか。ちょうどなかったんですよね。1と2と3はあるんですよ。で4と5っていうのは初めてなんで、で6以上いますから。いるんですか？6以上っていうのがあります。ありますか？あるんだ。4と5はないですよね。4と5だけないんですよ。これ初めて。実はめっちゃ欲しいんですよ。結構4と5のアーティファクトいいやつでいますからね。いますよね。あと俺この食料補充ちょっと気になったんですけど、5枚見て2枚手札で残り下っていう、これ3マナで5枚見て2枚手札って意外と良くないですかこれ？まあなんだっけ、パズルのかけら
タゼのかけらと一緒ですかね、そういう意味だと。一緒なんですね。3枚で、あれタゼのかけらって違いましたっけ？あれでもインスタントソーサリー限定だったっけ？どうでしたかね。そうだったかもしれない。でも3枚で5枚見て2枚手札。好きなカード2枚だから、こっちの方が強いかもね。でもタゼのかけらは墓地を行くんだっけ？やべ、忘れたな。まあでもなんかまあやりそう。まあやりそうじゃないですか。なんかそんな気がしたんですよね。まあアンコモンはこんな感じ？コモンはいになりまして、はい、そしてレアと神話レアいきましょうか。はい、まあ今回の青のレア神話は結構やばいですよ。やばい。まず1枚のマーフォーク。はい。これまあ構築でも当然強いんでしょうけど、はい、マーフォークデッキに入るんじゃないですか。まあマーフォークデッキはまずマーフォークがそもそもそんなにいないんで入ると思いますよ。でこれウィザードも結構いい種族なんで。確かにね、ウィザードなんだこいつ。各マーフォークの上に1カウンターを1個置く。でもカード X 枚引く。確かに。これでも後半とかにめっちゃ響かないですか？いや結構いいっすよ。これいいっすよね。マーフォークデッキの最初1番手で出てきて、この2マナ X は例えば5とかで打つことが全然ありますよね。あるある。で5個カウンターが乗るってこと？クリーチャーをこれは1個じゃない？1個だけカウンターが乗る。ドローは5枚。危ない。だからマーフォークシナジーじゃなくても最悪ドローワンチャンね、確かに使えるから。そう確かにね、これウィザードとして置いといて後で引けるみたいな可能性もありますよね。アザミみたいなデッキとかで1マナで置いて。確かアザミに入るかもしんない。アザミウィザードだから。全然あるしね。アザミに入るわこれ。ありっすね。確かに。でハイタイルとか打って青いっぱいでみたいなやりたいけど。確かにこれアザミに入るじゃないですか。マーフォークで騒いでますけど。マーフォークで書いてあるけどウィザードで騒ぐっていう俺らは。もしかしたら名前マーフォークって書いてあるんで。こいつはどうですか？ムヤリン。ムヤリンってプレイズオーカー。あれさっきもそれやったけどな。ムヤリン人間になっちゃったな。いやもともと人間だと思いますけど、ウィザードなんですね。はい。出た時、いやこれも期待シナジーですね。期待シナジーなんですね。結構まあでも面白いですよね。全てを期待飛行を持つっていうのはいいですよね。いいですね。これ多分こいつを奏者にしたら多分魂込めれば、いいんじゃないですか。であと、こんなこと言ってあれですけど、期待入れないで普通に、青白フライヤーの白抜きみたいな、青タンフライヤーみたいな、これ別に飛行を持つクリーチャーがダメージ与えればドローできるんで。なるほど。飛行を持つクリーチャー与えたら、なるほど、いいっすね。なんで普通に青タンのフライヤーデッキとか、あとフライヤーデッキに騎乗して、それが飛行を持ってるから、めっちゃドローできるじゃないですかこれ。そうで機体はドローだからみたいな。これ結構楽しそうっすね。面白そうだと思いますよ。出た時画像も撮れるし。青タンフライヤー。結構楽しそうっす。まあ神話レアだから全然いいっすよね。いいっすね。次行きましょうか。行きましょうか。悪魔付きエンジン。悪魔付きエンジン。これやばいっすよ。これやばいですね。これカジュアルで考えたら、なんか地獄みたいな。これ前出た時、コントロールパクるんですよね。だからこれ機体だから除去れない永久ダッシュみたいなことですよねこれ。土郎みたいなことですよ。だってアーティファクトのあれですもんね。コントロールダッシュだから土郎みたいなもんですよこれ。そうですね。5マナの青の土郎。5マナだからでも逆に言えば5マナでそれだけだと確かにちょっとね、だってパクったクリーチャーは使えないから。確かにそうでもなんだろう、なんかシステム系のドローできるようなクリーチャーだったらよくないですか？とか、もう単純にアーティファクトとしてなんか寝かして何かするとか、そういうのでも使えたらいいと思うんですけどね。確かにね。あれですね、相手のコマンダーパクったらもう喧嘩っすよ。喧嘩始まりますよね。でもかといってこれ C で使えるかって言ったら5マナだから使えねえっていう。使わない結構微妙なのかもしれないな。そう考えたら地獄っすよね。なかなか難しいカードかもしれない。次行きましょうか。これ再利用角質、これやばくないですか？これは絶対にやばい。絶対にやばい。これだって
あれっすよね。殻っすよね。殻っすよね。出産の殻っすよね。出産の殻のアーティファクトなんですね。いや、出産の殻のアーティファクト、これぶっ壊れてますよ。いや、やばいでしょと思うんだけど、パッと分かんない。でもニーマナイケニエだから。でもニーマナイケニエでそれより上っていうのは殻も殻と一緒か。殻はまあファイマナだから、まあもちろんちょっと違うけど、まあ近いんで。いや、青の殻っすよ。でもこれ多分探したらやばいカードなんていっぱいあるんで、これスタンにいるんですよこいつ。まあスタンだとでも逆にアーティファクトのやばいカードがそんなにないから。確かに確かに。そう、昔のやばアーティファクトとかあるじゃないですか。これワンチャンすげえ値段上がる可能性あるかもしれないですよね。なんかすごい下の環境まで響きそうっすよね。こういうカードが入ってるデッキだと、まあ、CIP で何かするアーティファクトとかいっぱい入れたくなりますね。次いきます。はい。本流川の記念碑。これは、これも結構ヤバカードだと個人的には思ってて、1人2枚切削。で、下の精進で墓地の数だけ切削なんですよ。これは逃走者のカードです。これは結構やばいと思いますよ、個人的には。なんか何マナか忘れたんですけど、アレクルー騒音、2マナのあれで、なんかそのすごいでかいコストで打つと相手のライバルに半分吹き飛ばすみたいな、青の呪文あるじゃないですか。なんか青には半分消し飛ばすカード結構ありますよね。結構あります。半分消し飛ばして、追放じゃなくて墓地だったら、これ決まりますよね。いきます。半分で半分だから。そう。奇数だったら決まんないみたいな。まあでも奇数だったとしても相手の言ったんですからね。確かに、これすごいですよね。これ結構すごいし、なんなら普通にまあ1マナで見るできるから、見るみたいなのも、これ望む人数っていうのも結構面白いな。望む人数って書いてありますね。面白いな。そうなんですよ。これ面白いですね。だからメリさせたくないところにはごめんなさいって言いながら他の人は削っていけるみたいなことですよね。確かにそれありかもしれないですね。結構やばそうな匂いはしてる。次行きましょうか。飛行機械の製造者。これはもうセカンドローですね。いや、これやばいっすよ。セカンドローでトークン出るんですよね。アーティファクトトークン。これやばいっすよ。これやばいっす。これ多分初めてじゃないですか。機体でこれ出るっていうのは、置物として、この2枚セカンドドローが言わするってあんま聞いたことないというか。青赤の置物にありますね。ありますか。青赤のなんかフェアリーかなんか出す確かあったはず。ありますね。サイクリングのそうジェスカイサイクリングで使われてたなんかそんな感じのやつだったはず。青赤の確かに。まあでもそれに近いってことだからで青単色でしかも出てくるのがアーティファクト。すごい。結構怪しいっすよ。怪しいっすこれは結構怪しめ。これめっちゃ欲しいっすね。とりあえずこれ欲しいっすよ。めっちゃ欲しいっす。いや次止められない計画、これやばくないですか。これ止められないですよマジで。怪しい。今のところは僕の中で怪しいにしておきます。怪しいですか。俺思ったのが、これあなたの終了ステップ開始時に土地全部土地ないパーマネントアンタップするじゃないですか。簡単に言うと、このカジュアル逃走者で考えると、全部殴りに行って全部起こせるってことじゃないですか。全員警戒と一緒ですね。一緒ですよね。一緒です。それが俺はいいんじゃないかっていうそのなんか逃走者的な考えなんですけど、青でそのなんか防御力をちょっと上げるっていう意味でいいんじゃないかなと思ったんですよね。なんか僕このテキスト見たときに、新しい逆転棒のパーツかって顔がここの顔とテキスト見てなんかそういう怪しいコンボのパーツじゃねえかなって思ったんだけどそんなことはなさそうから一回しか言わんとしないからなみたいな。劇的な逆転とで同じ絵柄だから雰囲気はあるじゃん。確かに。だからそうかなって思ったんですけど、多分そんな怪しいことよりは今言っていただいてるような、多分単純に殴りに行って起こすっていう感じですよね。だからその単純に強いみたいなカードになるんじゃないかなって気はしますね。これは正直欲しいっすね俺。結構いや僕も欲しいですよ。そういう意味だと絶対強いですもん。でマナファクトもいっぱい入りますから。そうですよね。マナファクトもマナクリも起こせますからね。青緑とかだったら。そうですね。確かにシミッカラだったらできますね。じゃあ次行きましょうか。多弁な司会者文ウクスと読めねえんだよね。
まあもうこれ1枚引くなら代わりに2枚引くって言ってやばいぶっ壊れてる。どう考えてもやばいんですよ。これぶっ壊れてますよ。これはもうでも最高速度に行くためにどうするかっていうのを工夫しなきゃいけない競争者になるんじゃないですか、そういう意味だと。なんかトークン並べるんじゃないですか。セカンドロー系でさっきのセカンドドローでトークン並べるみたいな。でもこれ最高速度達した瞬間ヘイトやばいですよ絶対速度減らせないじゃないですか基本的に。減らせないですね、確かに。なかなか多分減らすカードないと思うんで、ちょっとだけあるみたいなんですけど、多分入れないと思うんですよ上限、手札の上限ないですからね。確かにな。これ結構怪しいですよ。怪しい。でもどうやって組むかはちょっとあんまり想像ができないけど、こいつのパワーがゼロだから。これだってモモ的な話をすると1枚で決まる。まあそうですね。そうですよね。なんかルーティングじゃないけど精神石みたいなので1枚で決まるのかな。まあなんか1枚タップでなんかワンドロする捨ててワンドロみたいなカードがあれば、だからあれどういう能力だっけ。あれですよ、モマとルーティングで決まりますよ、そういう意味だと。そうですよね、決まりますよね。モマとルーティングで無限ルーティング入りますね多分。でもモマがエンチャントだからサーチができない。モマはまあサーチはできないかな。まあでもまあこう相当使わなくてもいいから正直まあそういうカードになるんですかね。まあもうこれは強いっす。最後これはなんだ、ローの姿泥棒。はい、まあこれはねこれはいいと思います。いやこれは結構ヤバめなんですよ実は。なんですか。いやこれちょっと後ほど出てくるかな。まあでもクローンなんて多い越したことないじゃないですか。クローンね。でこれなんか連鎖するんですよね、釣り上げる系のカードが。そうよくありますよね。墓地からリアにするカードとかでアーティファクトでなんか墓地から釣り上げるとかっていうカードとかがあったりすると、それが連鎖するから。逃走者の目線で僕考えると1枚だけあるんですけど、4マナの瞬足クローンって1枚だけあるんですね。そうなんですか。あるんですよ。なんか嘲笑するドッペルゲンガーだと。あれ強いですよね。あれそうする瞬足でコピーになれるって結構強いんですよ。いや強いですよ。逃走者だと間違いなくだから本当にシンプル強いですよ。これシンプルに強いっていう。でしかもこのサイクリングあるじゃないですか。だから僕そのサイクリングして墓地に落として釣り上げるみたいなのが結構ヤバめなのかなって思ってたんですよ。なるほど。まあそんな感じですかね、青は。はい。じゃあまあ今日の動画は以上になります。一旦終わりです。高評価、チャンネル登録、ハイプもお願いします。お願いします。次回は何色ですか。青黒だから赤かな。じゃあ青黒になりますかね。はい。次回は黒になります。はい。今回の動画は以上になります。おしまい。